象的にはめちゃくちゃジェントルです。びっくりするぐらいだから、スポーツカーとてエレガントに走れるんですよね。自分が焦らないというか、そうそう、おおおおお一瞬ですね。この車乗ったらまずこうレーンチェンジして上がりました。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちらマクラーレンのアルトゥーラスパイダー一般道市場をお届けしていきたいと思います。一般道市場と言いながらですね、ご覧ください。今日はですねモナコが見えるですね、もうあの辺がモンテカルロなんですけれども、モナコが見えるこのシチュエーションでどういう走りをするのか期待していきたいなと思います。さあ今回ですね、このコミュニケーションカーは左ハンドルになっています。ヨーロッパの道なので道的にはですね右ハンドルよりも親和性が高いかなというふうにも思っておりますが、日本に来るときは右ハンドルになるのでご安心いただきたいと思います。さあというわけでですね、今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあそれではですね、アルトゥーラスパイダー試乗していきたいと思います。マクラーレンの中でも最も新しいラインナップのうちの一つになります。2023年に日本でも 750S が出てきましたけれども、この次に出たですね、新世代マクラーレンの中でも注目すべきなのはやっぱり電動パワートレーンを持っているっていうことなんですよね。非常にマクラーレンらしい、いわゆるマクラーレンイメージしてすぐに出てくるマクラーレンのルックスを持ちながらも、実はエミッションに優れた電動パワートレーンを持っているっていうのが大きな商品の魅力になります。エレクトリフィケーションっていうのがやっぱり世界的にというか、特に欧州のトレンドでもあって、電動化の中でもそのパフォーマンスモデルがどんどんね、その電動化技術を持っていく。フェラーリなんかもプラグインハイブリッドモデルがあったりとかもしますけれども、その中でどのようなそのアプローチをスポーツカーに持ってくるかっていうのがこのアルトゥーラスパイダーの大注目点だと思うんですけど、いやめっちゃパワフルですね。これはすごいパワフル。サスペンションは高フォントモードにして、それから私このエレクトリックモードっていうので走ってます。なので今音はそれなりにもしかしたら聞こえてるかもしれないんですけど、これねロードノイズですね。タイヤのノイズです。実はキュイーンっていうエレクトリックの音しか今聞こえてない状況なんですよね。これだけでめちゃくちゃパワフルです。ただあっという間にそのバッテリーが減っていくので、この車すんごい軽いですけれども、燃費は踏んでいくとそれなりかなっていう感じはしますけれども、とにかくその軽やかですよ。まずですね、このパワーユニットなんですけれども V6 のエンジンです。バンク角120度っていうね、結構ワイドなアングルがついている V 型エンジンなんですけれども、その V63 リッターですねのエンジンで、これがツインターボで動いてます。それに電動の駆動ユニットとバッテリーを持っているっていうような感じなんですけれども、 700PS そして720Nmというね、すごい初限が与えられています。さあそしてですね、今回8速の AT が組み合わされています。非常に軽量でパフォーマンスに優れたものなんですけれども、これなんと 25% ものスピードアップを実現してるんですね。なんですけれども、今乗っていて先に感じているのは、これはね 750S とはまた違った軽やかさがあるというか、そう重量が1400キロ、もう本当にレーシングカーみたいに軽いんですよね。でこれが、すごく大きなトルクを生んでいくわけなんですけど、720Nmってね、印象的にはめちゃくちゃジェントルです。びっくりするぐらいだから、スポーツカーとてカクカクしないというか、ギクシャク感がないというか、とにかく滑らかなわけですよ。加減速が頻繁に起こるようなヨーロッパの、シティロードとかでもトルクに振り回されることがないので、めちゃくちゃエレガントに走れるんですよね。自分が焦らないというか、曲がり川とかでも 750S ですらもやっぱりスポーツモードにして、トラックモードにしてガツンと踏み込めばバンとトルクが生まれるんですけれども、それだけじゃない魅力っていうのがアルトゥーラスパイダーとかにはあって、 750S をねちょっと外で乗ってないので、ちょっと今度借りて乗ってみますね。なんですけれども、今このアルトゥーラスパイダーに乗っているその感覚で言えば 750S よりももっとコンフォート、そんな感じがします。やっぱりねスパイダーっていうものはパフォーマンスというところももちろんそうなんですけれども、やっぱりちょっとライフスタイルっぽいものを求められがちな、パッケージでもあるので、穏やかな味付けっていう局面を持っていると、都会でも乗れる理由になるというかね、口実になるというか、そんな感じもします。
アジア人がマクラーレン乗ってるとびっくりするんだろうななんか普通にニコニコ手振られました今ポリスに。ほとんどのパワーとトルクはエンジンから生まれてきます。 600PS はエンジンだけって言ってたかな。うわー気持ちいい気持ちいい。なんこれ、おー今鳥肌立った。気持ちいい。ごめんなさい、トンネルの中ですっごいいい表情してるけど映ってるかな。圧倒的に今長い R を超えたんですよ。今サスペンションはスポーツモードで超えれば超えるほどピターって吸い付いていくのね。路面の追従性ってこういうこと言うんですね。私ちょっとこれうわーすごい鳥肌立った今。こんなに気持ちいいことあるっていうぐらい前に進んでいくんだけれども、スターって綺麗に路面を吸っていく。本当にアクセルを踏むごとにくっついていく。これが空力ですよ。これがエアロダイナミクスですよ。この速度域で今ね100キロ出てないぐらい。こんなことになるんですね、この空力マシーンは。乗って一番びっくりして、それからこれ各国のメディアもみんなおっしゃってたんですけども、このサスペンションがすごいいいんですよ。で実はこの今走っているエリアがですね、そんなに道良くないんですよね。なんですけれども、こんなにサスペンションいいっていうのにびっくりしてます。ですから、実はですねこの走行モードが、左側はサスペンション、それから右側はパワートレインっていう感じで、このそれぞれ独立して選べるんですよね。だからサスペンションはコンフォート、そしてパワートレインはスポーツみたいな感じで選べるんですけれども、そういう風な選び方をしてもですね、このスポーツっていうねちょっと割と急峻なトルクが出がち、そしてスポーツにするとパドルシフトのみの操作になるので、結構ですねノッキングしやすいというかトルクの出方をする特性があるんですけれども、それでもコンフォートにすると路面からのインフォメーションはものすごく路面の追従っていうかな、これがすごくアクティブなのに、パワートレーンからの嫌なギクシャク感とかいうのをすんごい綺麗にいなすっていうね、これは本当にすごくて、ただ単に硬いだけの足ではないというところに本当に驚きました。こんなサスペンションが作れるんだこのスポーツカーでっていうことをすごく、思わせますよね。でこのサスペンションの刷新こそがものすごい技術の肝で、実はですねこのアダプティブダンピングコントロールというその電動のサスペンションが入ってるんですけれども、これが 90% 速くなったっていうんですよ、そのレスポンスが。なので例えばこういう悪い道でいきなりバンプがあったりとかするときに、ここにあるボタンを押すとパッとノーズが上がるんですよね。このスピードもすごく速い。でさらにそれだけではなくて、そのアダプティブダンピングコントロールは常に路面をセンサリングして、最適なそのダンピングにしてくれるという機能がありますので、しかもねその電動サスペンションの変な揺れとかその変な傾きみたいなのがないので、すごい路面いいとこ走ってるみたいなそんな感じに思えるぐらいすごいです。このサスペンションはちょっとスポーツカーレベルじゃないのにもかかわらず、いや前19後ろ20ですよ、履いててこんなに滑らかなのか、しかもインフォメーションが繊細なのか、この高度な、しかも全く別のところにあるベクトルのいいところをうまくつなぐ、点と点を線でつなぐこのコントロールが結構びっくりものです。で例えば路面の悪いところに入っていくとかなりそのガタガタはするんですけれども、これはねしょうがない、その急峻なね入力に対してはしょうがないんですけれども、これが連続して起こっていった時の収束のさせ方とか、あとこれはねさっきのカーボンっていうところとかボディ合成とかいうところにもつながってくるんですけれども、キャビンがね、あとね軽量っていうところにももちろんつながってきます。ものすごいキャビンがフラットなんですよ。ですからピュアスポーツカーとしてのハンドリングと軽やかさとをコンフォートな足で楽しめるっていうのが、もうこれまでのコンベンショナルな車だとちょっと難しいかなって思うぐらい、だから電動化のすごいメリットっていうのがこういうところにあるのかもしれないなっていうことをすごく思わせますよね。
サスペンションに関しましてはアダプティブサスペンションがついてるんですけれども、この可変のサスペンションとかのその反応速度であったりとか、他の制御類ですよね、例えばその ADAS とかの相性とかも全部そうなんですけども、今回ですねその電動制御が一新されたんですよね。でそれによって非常にその高速かつ、さらにですねこれもすごいなと思うんですけれども、ケーブル類がものすごく少なくて済むようになった。これね、車の中開けたことある人は分かると思うんですけれども、今市販車ってこのダッシュボードの中がケーブルだらけになってるわけですよ。こういうものが全部電動化されてるから。あとはもちろん何ですかね、コンサンプションって何ですかな、噴射とかごめんなさい、私は語学が本当に得意じゃないので、英語モードになったら英語のままで戻らないんですけど、噴射のね、燃料噴射のコントロールであったりとか、そういうのが全部電動なんですよね。この電動制御が全部新しいそのイーサネットシステムを使うことによって、まずものすごい高速化されたっていうことと、それを行うケーブルがいっぱいこの中に入ってるわけですよ。でこのいっぱい入ってるケーブルの量をまず減らせた。なのでシステム自体でも軽量化が行われているっていうことと、高速化が行われているんですよね。電気のそのアーキテクチャの処理能力を強化をしたんだそうです。これによってですね、減衰の制御にもつなげているということなんですよね。ステアリングのそのアングルのセンサーであったりとか、スロットルの位置であるとか、それから車両入力とかいうのをですね統合的に制御いたしまして、全てその 90% 早く、すごいですよね、 90% 早く反応するようにしているということなんですよ。なのでかなり運転感もクイックになったというところがですね挙げられるかなと思います。でダンパー内のそのハードウェアを変更し、それからスタックも変更して、それからダンピングを最適化したということなんですよね。これによってですね、そのアダプティブダンピングのソフトウェアも変更されているということになって、とにかくそのダンピングのシステムがすごく速くなったね、アジャスタブルになったっていうところが近代スポーツカーとしての魅力というかね、味変の面白さみたいなところにもつながっているのかなと思います。スポーツにしてみるとお一瞬ですね、一瞬ですね。今びっくりした。トラックモードにしました。今でトラックモードね、もちろんサーキットモードのことなんですけど、これにするとめちゃくちゃバンピーになりますけど、そのバンピーになるまでがめっちゃ一瞬キュッて締まる。本当にこの速度はすごいな。確かにこれはでスポーツにするとちょっとまろやかになる。ちょっとって言いながらね、結構ザバッザバッって言いますけど、すごく瞬間的ね、こういうところも電動化の恩恵と言ってもいいんじゃないかなと思いますし、その新しい技術がどんどんね、一言で電動化って言ってもただ単にファイブリッド化するだけではなくて、そのコンピューティング的にやれることがたくさんあるっていうのもすごく興味深くて面白いポイントなのかなと思います。これねすごいんですけど、今見えました？これよくヨーロッパの道にあるんですけれども、バンプがねあるんですよ。こういう速度を強制的に落とさせるためのバンプがあるんですけれども、本当にですねこういう車高の低い車には厄介で、やっぱ顎吸っちゃうわけですよ。でこういう時のためにものすごい瞬間的にパッて顎をリフトさせるボタンがここについてるので、これドライブしながらパパって触れるんですよ。これも気遣い。さあそしてですね、やっぱりもう一つこれは絶対に欠かせないといえば、やっぱりマクラーレンといえばねカーボンなんですよね。で実はですね MCLA って言ってそのマクラーレンカーボン部門を持ってます。でどれだけすごいかというと、これサプライヤーでもあるんですよマクラーレンって。カーボンの成形技術も製造技術もものすごいノウハウがあるっていうことが、まずそのカーボンってその軽量化ももちろんそうですけれども、その光合成な部品としても、使うっていうことはよく知られたことだと思うんですけれども、まずこのカーボンのコンポーネント自体がですね、10% の軽量化をされているっていうこと。カーボンの成形技術ももちろんですね進化していて、例えばその B ピラーのドアヒンジのところの成形っていうのを、インテグレートさせたっていう話だったんですけれども、何がインテグレートかっていうと、一体で成形して焼いてしまっているっていうようなことが使われていて、それだけでももちろん部品点数がそれだけ少なくなるので、いくら軽いカーボンとはいえそこでもう涙ぐましいぐらい軽量化を削っているっていうことと、あと強度も増えているっていうこともあって、一体にした方が、それだけやっぱり強度を増しますから、その取り付け部がないのでねロスがなくなるっていうことで、そういうところでもう涙ぐましいですね、そのカーボンの成形技術っていうので合成化っていうのも測ってるわけなんですよね。合成っていう意味では、例えばその速度を出しながらギャップを超えていく時とかって、多少やっぱりどんな車でも一瞬の怖さっていうのを感じるもの
のなんですけれども、この車あまりにも車のキャビン自体がかっちりしているので、もうね、一つ怖いことがあるとすれば、もう速度感がもう分かんないんですよ。今何キロ出てるのか、車の中が全くフラットなので何にも分からないんですよ。でパッと見ると、こんな速度出てたんだみたいなことになっちゃうんだろうなっていうことがもう容易に想像できる。ものすごい、これはものすごいパフォーマンスのための合成、乗ると一発で納得させられるというかね、パフォーマンスイコールそのガチガチイコール怖いとかじゃなくて、パフォーマンスを追求するとラグジュアリーになっていくみたいなね、このコンフォートに近づいていくっていうところを一般道で乗るとすごく感じますよね。でさらに今回そのエアバットレスっていうのがね、このリアクォーターのところに空力パーツとして使われているんですよね。クリアになってるんですよ。普通はそういうところをですね、カーボンにしたりとか、デザインのために黒い樹脂で作ったりとかすることが多いと思うんですけれども、それをですね、中抜いてガラスみたいにしてあるんですよね。でこのガラスみたいにしてあることによってすごい後方視認性を担保してるんですよ。おー、今ね、前の車が突然出てきたので今追い越し車線に入ったんですけれども、これがまたいやもうね、この車乗ったらまずもうレーンチェンジして、この動きの俊敏さがもう普通の車じゃないから、この懐の深さでこの車の運動性能がまず分かるので、ぜひやってもらいたいと思います。でエアバットレスの話なんですけど、エアバットレスは中が透明になっていて外が見えるようになってるんですよね。でこれはそのマクラーレンの考える安全こそが、街での安全こそがスポーツ性能につながる、逆に言うとスポーティーな車は安全でなかったら楽しめないっていうね、考え方があるらしく、後方視認性のためにわざわざそこをクリアにしてるんだそうです。というわけでこの後方視認っていうことを考えさせて、運転席からですね斜め45度っていうのが絶対スパイダーは死角になりやすいんですけれども、このオープンモデルでも後方視認性がいいよっていうことを証言するためにですね、そういうユニットを作っているっていうのも、マクラーレンらしい考え方なのかなというような感じがしました。今エンジンかかりました。やっとエンジンがかかりました。ということはですよ、今これまでベラベラ喋っていたこの間ずっと電気だけで走ってました。だからエリア的にはそう長くないですね。時間的によって15分20分とかそんなもんですよね。なので、そんなに長い間持ったわけではないですが、でも高速で積極的にね、さっきのレーンチェンジみたいなところでも積極的にアクセルを踏んでいるので、アクセルを踏みながらもこれだけの燃費になるということを考えると、環境技術だったりとかその燃費っていうところもそうなんですけれども、そこだけにフォーカスせずともやっぱそのブースターとしてこの電力を使えるっていうの方が、このモデルに関しては割と利点なのかなっていう感じもしますよね。スポーツモードなので結構ね V6 のツインターボだから勇ましい音がするのかなと思ったら、始動の時はね結構ねバイーンって言うんですけど、今クルーズ状態に入って高速で乗ってスポーツモードだとそんなにねめちゃくちゃびっくりするような音ではないですね。すごくエレガントに走れてます。トラックモードにすると余計に逆にめちゃくちゃ吸い付くから、逆にめちゃくちゃバタバタしなくなりますね。もっと落ち着く。やっぱ高速になればなるほど落ち着いていくっていうね、欧州スポーツカーってそういうことありますけれども、まさにそういうことが行われるわけですよね。アルトゥーラシリーズにはクーペもあります。でこのクーペスタイルをただ屋根切って開けただけっていう車じゃないよっていうのが今回のこのアルトゥーラスパイダーなんですけれども、開発の最初から設計をされていて、屋根が開く前提でいろいろ作られているので、ユニット自体がよく考えられている。これねもうクラス最軽量になります。もうライバルに比べてマイナス83キロというですね、非常に軽量なボディを実現しているわけなんですよね。で鑑識重量は1457キロで、ちなみにエンジンマウントはクーペもそれからこのスパイダーも同じになってます。あとですね、そのブレーキのシステム自体にもちょっと手を入れられていて、これはですね冷却の方ね、止める方じゃなくて冷やす方をですね強化したんだそうです。これによって運動性能も上がっているよという話だったので、ここもでもね本当にねすごいのが結構ナチュラルなんですよ。このブレーキがガツンって効くみたいな感じじゃなくて、普通にこの高速道路とかで乗ってるとすごいナチュラルにシュッて止まるんですよね。それがすごくね乗ってて快適だなっていうふうにも思いました。
0-100キロがなんと3秒、そして0-200キロが 8.4 秒、ほんまかと思うんですけど、ほんまなんでしょうね。すごいね、それが本当にって思うぐらいその穏やかなんですよね。その出し方が、トルクの出させ方がものすごくジェントルなんですよ。だからこれがねまたすごい面白くて、普通に街で乗っててこんなに綺麗に乗れるのに、さらにこうジキルとハイドみたいにね、ものすごいこう表情がバンって一変するんだなと思うと、こうちょっとねサーキットとかでも走らせてみたくなるし、750S を曲がり側クラブで乗らせていただいた私としてはですよ、そりゃそうやろなって思うんですよね。でも一般道で乗ってこんなにエレガントな車なんだっていうことがまず本当に驚きです。ロードカーとしてもものすごくいい。しかもちょっと街で乗ったらマクラーレンって賢い感じしません？なんかクレバーな選択肢みたいな感じがするんですよ。なのでこうすごくハイパフォーマンスモデルなんだけれども、あんまり嫌味がないっていうかね、なんかそんな感じにも思えて、私の中でブランドイメージがすごくいいメーカーなんですけれども、やっぱりねその今回初めてマクラーレンのその試乗会に参加して思ったんですけど、なんかねものすごい真面目なんですよね。なんかみんなその UK らしいね、その上品さみたいなのがやっぱり随所にあって、あからさまな陽気さっていうよりは実直な魅力みたいなところをすごい感じて、それは商品の作り方とかにも言えてね、そういうところのその人的魅力みたいなのがマクラーレンには割とちゃんとあるかなと。ただその動的性能を先にお話ししたので、会社のバックグラウンドとかね、プロダクトのバックグラウンドはその後半今からお話ししたいんですけど、マクラーレンねものすごいこと今やってます。で何が変わってるかというと、実はですね資本の再編成みたいなことをやったんですよ。それによってだいぶ上層部が入れ替わったし、その外部の最高責任者、社外取締役みたいなのがたくさん入ってきたんですよね。でそれをアドバイザーみたいな人をいろんな異業種から迎え入れたんですよ。例えばルイ・ヴィトンの人、例えばメルセデスの最高品質責任者であったりとか、ポールスターからもね招いたって言ってました。なのでいろんな人のいろんな意見が入りやすいように組織が変わったんですね。で株式を一つに統一したんですって。そのホルダーを一つに統一したっていうところもあって、自分がやりたいこと、これからやっていきたいことっていうのをこう明確にできるようになったっていう資本の再編成がまず行われました。もちろんですね、2023年に 750S がローンチされて、それがものすごい好調だったんですよね。なので過去50% 収益それまでより上がったって言ったかな。なんかねものすごく好調なんですよ、ビジネスが。でそれはなぜかというと、同時期に、こうやってね新しい車を出していくっていうことに加えて、その資本の再編成を行ったっていうことがこうね会社を挙げてうまくやれてるのかなという感じがします。今回その会社の雰囲気の良さみたいなね、そのビジネスの好調さっていうのを、もちろん F1 で勝ってるっていうのもあると思うんですけれども、すごくその本国のエンジニアさんとかと話して感じたんですけれども、めちゃめちゃなんかね良さそう、風通しがすごく楽しく仕事してそうみたいなことを思いました。同じ方向を向いて作ってるんでしょうね、その車を。できた商品の完成度とかいうところにそういう人的な魅力というか、人的なそのパワーっていうのがつながっているのかなっていうのをねちょっと感じたんですよね。上がりました、上がりましたよ。すごいすごい、全然風の巻き込みがあんまりない。どういうこと？ちょっと窓開けよう。これはすごい。今オープンにしてみました。どうでしょう。すごいやん。何がすごいって、これマイクの風防がついてるからこんなに静かなわけじゃないですよ。普通にシティスピードで、これ50キロ、時速50キロまで11秒で開閉するんですけれども、この時速50キロぐらい、今45キロとか、街の中なのでそんなにスピードを出してないですけれども、すんごい静かし、全然風巻き込まないです。これもエアロダイナミクスなんですよ。なんか内外装と使い勝手編で、このマクラーレンの空力に関してものすごい熱弁してるんですけど、これやっぱりね F1 由来なんですよね。でこの巻き込むのにここの
ここのユニットがすごい大事だよっていう話をねしてたんですよ。ちょっとした成形技術はもうこれこそそのカーボンの成形技術がなきゃできないし、この辺ってねもう風の巻き込みをなくすために他社のメーカーはここに例えばこうリフトするような電動ユニットを入れたりとかしていると。でもそんなことはマクラーレンはやりたくなかった。なぜならば重くなるから。それを防ぐためにものすごい小さいこう角度みたいなのが続けてあるんですよね。でそれを成形するのもマクラーレンだからできたって言ってるんです。そのカーボンの成形技術があるから。で見ると本当にっていうぐらいその小さいところなんですけど、それがあることによってここがその最小のユニットで風の巻き込みを抑えることができたっていうね、空力にね貢献させることができたっていう話をしてましたけれども、全く風の巻き込みを感じない。いやどっかに必ず風のポケットってできるもんなんだけど全然感じないんですよね。これはすごい。本当にこの声量で喋れてるのがすごい。めちゃくちゃ静かです。オープンカーはその女性にモテるのかどうか論争って必ずあると思うんですけど、むしろ女性が乗ってほしい。女性が髪セットしてても多分大丈夫。このねめっちゃでっかい頭とかしなければ、ここから出なければここは全然大丈夫だと思います。高速道路に入ってきて速度が上がってもこんなに普通に喋れてるっていうね、こんなに普通に音量を上げずに風の巻き込みがほとんどないっていうね、これもすごいですね。すごい面白い。すごい速度が下がってきて分かったことがあるんですけど、高速道路とかまで行かないでフランスのこういう街の中ってだいたい30キロ以内なんですよ。オービスみたいなのがついてて1キロ超えた時点で罰金が課せられるっていうすごいシビアな感じではあるんですけれども、なんで結構みんなしっかり速度を落とすんですけれども、これぐらいの速度になってくると意外とハンドル重い。で確かにシティスピード以前ですね、パーキングスピード、この敷地内でですね車を取り回してた時に結構びっくりしたんですけど、重いのでハンドルが動いてなかったら取り回しはそんなにイージーじゃない。こういうところもねちょっとスポーツカーらしくていいところではありますけどね、硬派な味付けっていう感じがしていいと思いますけど、ここはねちょっと日本のユーザーは難しいところかもしれないので、ぜひですねそういうところはディーラーとかでね試乗してみていただきたいですし、でもこういう車買う人はみんなあれか、こういう方が好きで買うか心配することないかっていう感じもします。それからですね、今回オプションの設定にはなります。これも日本でもオプションの設定にはなると思うんですけれども、スポーツエキゾーストがオプションで選べるんですね。でそれにすると車内で他のノーマルモデルに比べると 20% サウンドがこう強く入ってくると。スポーツエキゾーストはエキゾーストシステム自体がそもそも非常に優れたものが入っているので、スポーツエキゾーストを選んでもパフォーマンスに変化があるわけではないんですけれども、そのムードがその情熱をね、走りに対する情熱をかきたてるような演出になっているという話もされてました。はい、というわけで今日はこちらマクラーレンのアルトゥーラスパイダーで一般道を走行してまいりました。いかがだったでしょうか。美麗な景色と合わせてお伝えできたかなというふうに思うんですけれども、その一時期のガチガチのスポーツカーじゃないというところがですね、マクラーレンの新世代の乗り味とも言えるのかなというふうにも思います。ここが本当に興味深い点なので、またライバルに比べて非常に軽いということもありまして、ハンドリングもすごくクイックです。皆さんぜひですねタイミングがあればこちらのマクラーレンアルトゥーラスパイダー試乗してみてください。試乗したらきっと虜になっちゃうと思います。はい、というわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。